腹ペコの皆さんどうも、 PP クッキングスタジオのジャンビーと申します。今日は帝王が愛したステーキ、シャリアピンステーキを作っていこうと思います。この安くてすごく歯ごたえのあるお安いお肉でも玉ねぎと秘密の食材で5つ星級のステーキに仕上げてみせましょう。4つのプロの技ですぐにお店が開けちゃいますよ。ってなわけで本日も張り切ってレッツクッキング。 PP クッキングスタジオ。はじめに肉の筋切りを行いますが、初っ端から肉料理には欠かせないマストアイテムをご紹介。それがこのミートテンザライザー。無数の刃を備え付け、筋を切りながら叩くことができる一石二鳥の夢のようなアイテム。両面叩いて、次は玉ねぎを2種類仕込みます。一つはみじん切りにして、もう2つはすりおろしにして、ここで冒頭で言っていた秘密の食材と1つ目のプロの技、おろし玉ねぎと蜂蜜の力でお肉を柔らかくする。玉ねぎと蜂蜜に含まれるタンパク質分解酵素プロテアーゼがお肉を柔らかくしてくれるとともに、蜂蜜の果糖が筋組織に浸透することで加熱で生じる筋収縮を防ぎ、柔らかい状態で焼き上げることができます。この状態で冷蔵庫で一晩休ませて、これで下ごしらえは終わり。そしてお待ちかねの今日はシャリアピンステーキのレシピを紐解いてまいりましょう。時は遡ること1934年、日本の地にとある帝王が降り立ちました。その名はフョードル・イワノビッチ・シャリアピン。オペラの帝王と謳われたその人です。日本公演のために来日し、例に漏れず数々の来賓が宿泊して虜になった5つ星ホテル、帝国ホテルに滞在することになりましたが、シャリアピン氏からとあるリクエストを受けます。歯が痛むがステーキが食べたい、とびきり柔らかくしてくれと。無理難題だと頭を抱える料理人たちを尻目に、一人の料理人が立ち上がります。帝国ホテルニューグリルの筒井福夫総料理長でした。筒井総料理長はすき焼きから発想を得て、玉ねぎに漬け込めば肉は柔らかくなるという革新的な調理法を考案し、玉ねぎに漬け込んだステーキを出したところ、シャリアピン氏は大変喜び、その後の公演も無事に終えて帰国の途につきました。そしてそのステーキは帝王の名を冠し、エリザベス女王のために作られたエビと舌ビラメのグラタン、エリザベス女王風、全国に広まったローストビーフ、オペラの帝王のシャリアピンステーキと、帝国ホテルを代表する三大料理に数えられ、80年以上経つ現在に至るまで美食家の舌をうならせ続けるステーキとなりました。帝王の名を冠し、また帝王も愛し愛され続けているシャリアピンステーキを仕上げてまいりましょう。ということでシェフの独り言終わり。はじめに玉ねぎのみじん切りをバターでソテーしていきます。深いブラウン色になったら OK です。別皿にとってメインのお肉を焼いていきましょう。しっかりと水分を取っておきますが、この漬け込んだ玉ねぎもソースになるので残しておいてください。下味に塩コショウを振って、ここでプロの技、最大火力でしっかり焼き上げる。油を多めにひいて、煙が出るぐらい限界まで火力を上げて焼いてください。玉ねぎに漬け込んでいるのでレアだと辛みが残ってしまうので、ミディアムウェル程度を目安に焼いていきます。
白ワインでフランベした後、ホイルで巻いて肉を休めながら、その間にソースを作りましょう。洋食においてソースは味を決定づける大切なポジション。緊急を要する場合、ソーシエが厨房を取り仕切るほど重要な役職です。これから作るシャリアピンソースにもプロの技が2つも入りますが、このソースで全てが決まるので、帝王も虜にするソースを完成させましょう。たっぷりのバターと漬け込みに使ったおろし玉ねぎをしっかり炒めます。これがプロの技。漬け込み液は捨てておろし玉ねぎだけを使う。お肉を漬け込むのでどうしても血が出てきてしまいます。しかし肉料理を作る上で血は肉の野生味を出す重要なアクターとなります。肉本来の肉々しさと料理としてのバランスを保つために、液は捨てておろし玉ねぎだけを使ってください。さらに炒めておいたみじん切りの玉ねぎ、濃い口醤油を加えて白ワインで濃度を調整し、アルコールが飛んだらホイルの底に溜まっている肉汁を加えてコクをプラスします。すべて混ざり合い、塩と黒胡椒で味を整えたら最後のプロの技。一滴のバルサミコ酢で輪郭を際立たせる。さらなるコクと芳醇な香りをプラスして、これでソースの完成。付け合わせとともにソースをたっぷりと乗せてフィニッシュです。お待たせいたしました。当店自慢の帝王のシャリアピンステーキ、心ゆくまでご堪能ください。PP クッキングスタジオ。柔らかいながらもステーキとしての噛み応えもありつつ、玉ねぎの甘さと蜂蜜の甘さが口いっぱいに広がり、余韻をバルサミコ酢がすっきりとさせてくれる。まさに市場の、いや、この料理に言葉を並べるのは不要ですね。それでは表の火を落としましょう。またのご来店心よりお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。今回も実際に作ってみて本当に美味しいと思えるレシピをご紹介させていただきました。ぜひ作ってみてくださいね。というわけで今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。次の動画もドーンメッセージ。それではじゃあね。